皆さんこんにちは、里山日記です。寒くなると手に入る金柑はのど飴にも利用されています。別名姫立花と呼ばれており、生薬名は金桔となっています。丸ごと食べられるので皮に多く含まれる栄養も取れます。今回は金柑の5つの効能と注意事項をご紹介します。金柑にはいろいろと効能がありますが、気になる効能をこの2冊の本を参考にしてまとめました。さらに詳しく知りたい方は本を手に取って調べることをお勧めいたします。5つの効能。効能1、風邪や咳などの緩和。1、痰を切り咳を鎮める効果がある。2、豊富に含まれるビタミン A、C には粘膜を強くする働きがあり、喉の痛みを和らげる。効能2、免疫力アップ。金柑に多く含まれるビタミン C は体内に侵入したウイルスや細菌の力を弱めて活動を抑えたり、細胞への侵入を防いで免疫機能を助ける働きがあります。1日に必要なビタミン C 量は 100mg、金柑5個でビタミン C 約 50mg が取れます。効能3、熱を下げる。金柑の砂糖煮や搾り汁で解熱。搾り汁の飲み方。杯1杯分の果汁を搾り、おろし生姜を加えて熱湯を注ぎ、寝る前に飲むと良いそうです。効能4、疲労回復。疲労回復には金柑酒が効果的。20ml ほどを就寝前に飲むと良いそうです。金柑酒の作り方は概要欄にあります。クエン酸が多く含まれる金柑は疲労物質である乳酸を分解し、疲労の回復を早めます。効能5、ヒーリング効果。金柑の皮に多く含まれる精油成分であるリモネン、リナロールなどによって不安やストレスが軽減されたり、神経の興奮が静まって安眠効果も期待できます。リラックスしたい時に金柑シロップのお湯割りや金柑酒を飲むのもいいですね。最後に注意することです。金柑を食べると人によっては唇や舌がピリピリとしびれることがあります。毒ではないので、しびれた時に食べるのをやめると時間の経過とともにピリピリ感は消えます。皮に含まれる精油成分による刺激によるものです。食べ過ぎには注意し、1日に1から5個までの摂取をお勧めいたします。ご視聴いただきありがとうございました。薬草活用、野菜、果物、山菜を長く楽しむをお届けしていきます。チャンネル登録をしていただけると励みになります。